私はレミ、36歳です。祖父の代から続く工務店で働いています。両親と数人の従業員で営んでいる小さな店で地元の住宅工事を請け負っています。長年専属で働いてくれている腕の確かな職人さんたちのおかげで施工の質はどこにも負けないという自負があります。従業員や職人さんたちは皆家族のように仲がいいのでストレスなく和気あいあいと働けています。実は数年前に父が持病の腰痛を悪化させて社長の座を退くことになり、私が後を継ぐことになりました。私に務まるのかという不安が大きかったのですが、従業員と両親のサポートのおかげで最近ようやく社長という立場にも慣れてきました。会社の経営もこのまま順調に続いていくはずだと信じてやまなかったのですが、それは浅はかな考えでした。元請け会社の2代目社長から理不尽な嫌がらせを受け、私たちの工務店は崖っぷちに追いやられることになってしまったのです。私の工務店はとある中堅総合建築会社から仕事を請け負う形で成り立っていました。元請けの仕事もあるにはあるのですが、件数が少なく下請けの依頼が大半を占めていました。この建築会社の先代社長とはいい関係を築いていたのですが、数年前に彼が年齢を理由に引退することになりました。そして高志さんという方が2代目社長に就任したのですが、彼がとにかく問題のある人だったのです。2代目社長が就任した後、私は早速挨拶に出向きました。彼はつま先から頭のてっぺんまで品定めするかのような視線を私に向け、小馬鹿にしたような笑みを浮かべました。パッとしない女だな。期待して損したわ。とつぶやくと、わざとらしい動作で肩をすくめたのです。これまでも女社長だからと舐められることはありましたが、ここまであからさまな態度を取られたのは初めてです。驚きのあまり言葉を失った私に2代目社長は、あんたたちみたいな零細工務店を使ってやってるのは先代の顔を立てるためだと畳みかけるように言いました。さらに、切ろうと思えばいつでも切れるんだから、せいぜい立場をわきまえろよなと言って私の元から去っていったのです。この日から2代目社長の無茶ぶりと嫌がらせが始まりました。無茶なスケジュールや値下げを要求するのはいつものことで、こちらがいくら無理だと説明しても全く理解してもらえません。私が従わないと、仕事を回すのやめてもいいのかと脅してくるので手に負えません。職人さんたちに無理を言ってなんとか2代目社長の要求に応えようとは試みたのですが、できることには限界がありました。さらに私たちが元請けの仕事をいくつか受けていると知るや否や、俺を通さないで勝手に仕事をするなと激怒。工事代金の半分をよこせと無茶苦茶なことを言い出す始末。それはさすがにおかしいと反論すると、女のくせに偉そうに口出しするなとますます激高して、まるで話が通じないのです。まさか接種を誘惑して仕事を取ったのか。女は楽でいいねなどと言い、彼の悪口は私の人格否定にまで及ぶようになりました。こんな仕打ちを受けてまで2代目社長の会社から仕事をもらう必要があるのかと悩みましたが、この元請けを失えばうちの会社が立ち行かなくなる可能性は高いです。従業員や職人さんたちから職を奪うわけにはいかないので、私はこうした理不尽な嫌がらせに耐える日々を送っていました。しかしとうとう我慢ならない出来事が起こってしまったのです。半年ほど経ったある日、2代目社長がいつものごとく無茶な要求を出してきました。明日、とある戸建ての現場に職人を手配して塗装と防水工事をしてほしいというのです。工期が押しているので5日で仕上げてくれというさらなる無茶ぶりも付け加えてきました。前日に言われても手の空いている職人はいませんし、そんな短期間で仕上げるのも物理的に不可能です。けなされると分かっていても私には断ることしかできませんでした。すると案の定社長は怒り出し、なんとかしろの一点張り。こちらの都合などお構いなしに命令してくる社長にうんざりして、無理なものは無理ですと語気を強めて言ってやりました。すると社長は、
やれって言ってんだろ、聞こえないのかと机を思いっきり叩いて私を脅してきたのです。彼の言動に恐怖を抱いた私は何も言い返すことができません。私のそんな様子を見て社長はやってくれるよなと勝ち誇ったようなゲスな笑みを浮かべました。そしてでも今回は俺に盾ついた代償を払ってもらうからな。金額半額にするか納期を半分にするか好きな方を選んでいいぞと耳を疑うようなことを言い出したのです。私はしばらくの間頭が回らず混乱していたのですが、数秒してようやく我に返りました。そして覚悟を決めた私は社長を見据えて、わかりました、じゃあ契約終了でお願いしますときっぱりと言ってやったのです。社長ははじめと言いポカンとしていましたが、すぐに開き直ってどうなっても知らんぞと嘲笑いました。私が出て行くまでずっと何かをごちゃごちゃとわめいていましたが、無視を決め込んで足早に会社を離れたのでした。それから数ヶ月後、私は自分の工務店が元請けで工事している新築戸建ての現場に出向いていました。進捗などに問題はないか確認するべく、現場監督の了承を得て現場に足を踏み入れます。問題がないことを確認して帰ろうとすると、道の向こうから見たことのある顔がやってきました。その人物はあの2代目社長で、彼を見た途端背筋にゾワーッと鳥肌が立ったのです。彼の会社がこの辺りで何件か工事をしているのは知っていたので、そのうち社長と顔を合わすこともあるかもとは思っていましたが、まさか今日彼と会うことになるなんて思いもしませんでした。ですがこれは格好のチャンスです。こちらに気がついた社長が開口一番で、あれ、貧相な女が歩いてくると思ったらレミさんじゃんと言い、相変わらずの態度で私をけなしてきました。そして、なんか暇そうだね、うちの会社と契約終了して無職になっちゃったのかなと怒りを煽るような言葉を口にしたのです。何も言い返さない私に対して彼は、だから言ったのに、土下座したら契約再開を考えてやってもいいぞと矢継ぎ早に暴言を吐きました。元請けと下請けという関係は解消したので、もうこの男に遠慮することはないでしょう。散々侮辱され行き場を失っていたこの怒りを全て本人にぶちまけてやります。やれやれ、覚悟はいいってことね。もう容赦しないわよ。このまま放っておいたら朝まで悪口を言われそうなので、私は2代目社長に声をかけて彼の言葉を遮りました。うちの会社、つい最近元請けに転身したんです。私がそう言うと社長は、はぁと言って驚きをあらわにし、上ずった声を出します。社長の命令に耐えかねていた私は、契約終了する前から会社の元請け化については考えていました。そのために現場の生産性アップに必要な職人の多能効果を図ろうと、彼らに研修の機会を提供するなどして準備を進めていたのです。下請け業務を撤退することには迷いもありましたが、社長のあまりにも理不尽な態度を見てようやく踏ん切りがつきました。それからは決して楽な道のりではなかったのですが、最近ようやく仕事の依頼の方も安定してきたところです。下請け時代とは違い、新規獲得の営業も自らしなくてはなりません。初めは慣れない営業に苦労しましたが、私の発案で SNS やネット広告を駆使して営業活動を行ったところ、予想以上にいい反応を得られました。SNS に根拠のない不信感を抱く頭の固い父と職人さんたちを説得するのには骨が折れましたが、結果的には良かったです。腕のいい職人さんが支えてくれてるおかげで、大口のリフォームとか新築もやらせてもらってるんですよ。私がそう言うと社長は悔しそうに顔を歪めていました。畳みかけるように私は目の前にある建設中の大きな家を指さして、この家もうちが建ててる最中なんです、なかなか立派でしょと自慢げに見せびらかしてやります。ちなみにこのお宅は接種である旦那さんが大企業の社長で、近所でも指折りのお金持ちです。うちの評判を聞いてぜひお願いしたいと言われ、大規模な工事を進めているところでした。
言葉に詰まっている社長に私は、あの時社長から常軌を逸したお言葉をいただいてなかったら、今の私たちはなかったかもしれません。ありがとうございますとわざとらしい笑顔を浮かべてお礼の言葉を伝えてやりました。社長は面白くなさそうに舌打ちしてそっぽを向いてしまいました。私はあの不遜極まりない社長もこんな顔するんだなぁと思いながら必死で笑いをこらえます。私にバカにされていると感づいた社長が、いい気になるなよ。ちょっと仕事がうまくいってるからってなんだって言うんだよ。零細工務店には違いないだろうが。と大きな声を出して私を罵り始めました。彼の言葉は負け惜しみにしか聞こえず、全く心には響きません。すると数人の女性たちが私と社長の方に近寄ってきました。一番に私に声をかけてきたのは今建設中の家の奥さんです。名前はユミさんといい、旦那さんが大企業の社長でも一切それをひけらかすことはない優しい方。気さくな人なので普段からよく話をさせてもらっていました。ユミさんが心配そうに、レミちゃん大丈夫？なんか揉めてるみたいだけどと言って駆け寄ってきてくれました。彼女と一緒にいるのはご近所に住むママ友たちでしょう。何度か見た顔が並んでいます。大丈夫です。お騒がせしてすいません。私がそう言って軽く頭を下げると、ユミさんがほっとしたように息を吐きました。そして社長の方に顔を向けると、あら？この方は確かと言って眉を潜めます。ユミさんのママ友たちも意味ありげに視線を交わして言葉に詰まっている様子でした。もしかしてたかしさん？最近新社長に代替わりした建設会社の？ユミさんが遠慮がちにそう尋ねると、社長の困惑した表情が一変しました。懐から素早く名刺を出して手渡すと、その通りです。よくご存知でと言って嬉しそうに顔をほころばせます。社長は鼻高々に喜んでいたのですが、名刺に視線を落としたユミさんとママ友たちは社長とは正反対に何とも気まずそうな顔をしていました。するとユミさんが、言いにくいんだけどと話を切り出しました。お宅の会社、悪評の方が広まっちゃってるわよ。そう言いながら2代目社長の方にちらりと視線を送ります。周りのママ友たちもそうそうとうなずきながらユミさんの言葉に同意しています。社長の顔からは一瞬にして笑顔が消えてしまいました。ここから彼は辛い現実を突きつけられ、一気に奈落の底へ転落していくことになります。ユミさんとママ友たちの話によると、社長の会社は代替わりしてからというもの、時間を問わず電話や突撃訪問といった方法でこの辺りの住宅に手当たり次第営業をしていたそう。それを迷惑がっている人が非常に多いというのです。本当なんですか、社長？私が尋ねると、彼はあさっての方を見て黙り込みました。目が泳いでいるのでまずいことをしてる自覚があったのでしょう。最近私も同業者から社長の会社は代替してから赤字経営が続いているという話を耳にしました。まあ、あんな傲慢な態度をとって無茶な要求をしてくるような社長がいる会社ですから、当然といえば当然でしょう。会社の経営が傾き始めて焦った結果、そうした強引な営業をするようになったのかもしれませんが、お客さんに迷惑がられて悪評が立ってしまっては元も子もありません。社長の会社とはさっさと手を切っておいて正解でした。まずいですよ社長。この業界は広いようで狭いんですから。そんなことしてたらますます会社の評判を落としますよ。私が親切心でそう助言すると、社長は目をつり上げて、うるさいと怒鳴りました。社長の怒鳴り声に驚いたユミさんたちは、噂通りだわ。社長さんがこんな態度じゃねえと口々に言い出し、嫌悪感をあらわにしています。社長はハッとして、いやこれはなどと言いながら必死で取り繕おうとしましたが、彼女たちは聞く耳を持ちません。さらにママ友の一人が思い出したかのように手を叩きました。そして社長の会社に工事を頼んだことがあるという知人の話をし始めたのです。彼女の話を聞くと、営業だけでなく施工やお客さんへの対応にもかなりの問題があるようです。具体的には会社側のミスであるにもかかわらず、
変更部分の取り壊しや再加工などの追加費用をお客さんに負担するよう迫ったのだとか。半ば脅しのような感じでお客さんを丸め込んだといいます。他にも雨漏りや扉が閉まりにくいなどの施工ミスが見られ、費用を少しでも抑えるためなのか、堂々と手抜き工事まで行っていたらしいです。被害に遭った彼女の知人は弁護士に相談して法的処置を取る手はずを整えているところだとか。ママ友の話を聞いて私は言葉を失いました。同じ建設業に携わる者としてこれは絶対に許せない行為です。社長、本当なんですか？これは大問題ですよ。私が勢いよく彼を問いただすと、社長は青ざめた顔で首を左右に振り、俺は何も知らんぞ。現場のことは担当者と職人に全部任せてるからな。あいつらが勝手にやったことだと言い放ちました。知らないはずないでしょと私が語気を強めると、ユミさんとママ友たちも一緒になって社長を責め始めました。社長は私たちの勢いに圧倒されたらしく、後ずさりして言葉を詰まらせています。さらに私はふと思い出して社長がなぜここにいたのかを尋ねました。社長と会った時、キョロキョロと辺りを見回し、不審な様子だったのでずっと気になっていたのです。社長は気が動転しているのか、ユミさんたちがいるにもかかわらず、お前に関係ないだろうと声を荒げました。彼曰く他の会社の現場がどんなものか見て回ってただけというのですが、まさかとは思いますけど、誰もいないからって工事現場に勝手に入ったりしてないですよね。施工者とか現場監督の許可がないと不法侵入になりますよ。私がそう言うと社長はいちいち上げ足を取りやがってと逆ギレし、右手を振りかざしたのです。するとすかさずユミさんが、ちょっといい加減にしなさいよ、警察呼ぶわよとスマホを取り出しながら大きな声で叫びました。彼女のよく通る声は夕方の住宅街に響き渡り、近所の人たちも家の窓から顔を覗かせてこちらの様子を伺っています。これにはさすがの社長も分が悪いと思ったらしく、額に油汗を浮かべて顔を引きつらせています。一歩ずつゆっくりと後ろに下がっていき、今にも逃げ出しそうな構えです。ずいぶん逃げ腰ですね、社長。そうやって自分の責任からも逃げるおつもりですか？逃げたきゃどうぞご勝手に。どうなっても知りませんけど。私は以前彼から言われた言葉をそのまま言い返してやりました。社長は口をへの字に曲げて悔しそうにうなった後、ダットのごとくその場から走り去っていきました。その後、社長の会社には営業停止処分が下されました。強引な営業や金銭トラブルなどの苦情が国民生活センターにも多数寄せられていたらしく、調査が入ることになったのです。下請けへの工事丸投げも発覚し、建築業法に違反していたことまで明らかになりました。業務改善命令が発出され、管理体制が整うまでは会社は休業らしいですが、同業者の間では事実上の倒産だろうともっぱらの噂になっています。さらに社長は手抜き工事をしていたお客さんから訴えられ、損害賠償を払うことになったそう。顧客や同業者からの信頼を地に落としてしまった代償は大きく、先代社長から大目玉を食らったそうです。その上、奥さんから離婚を言い渡され、家を追い出されたのだとか。彼は会社の連帯保証人になっていたので、債務を弁済する責任も負うことになりました。最後まで往生際悪く、俺のせいじゃないと言い逃れしようとしていたらしいですが、こうなった以上逃げられるはずもなく、腹をくくるしかないでしょうね。一方の私はというと、いろいろありましたが、工務店の経営は順調そのものです。顧客も増えてきたので、専属の職人さんたちも増やすことができ、ますます忙しくなりました。両親も私に店を任せてよかったと言ってくれており、少しは親孝行できたかなと思っています。あとは孫の顔が見られたら文句ないんだけどと葉っぱをかけられますが、今は仕事が楽しくて仕方ないので当分無理だと思います。これからも頼りになる職人さんたちとお客さんに寄り添った家づくりをしていきたいと思っています。では皆さん、ごきげんよう。最後まで見てくれたあなたが